ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体はハルディンよ。彼はウィンドヘルムの東帝都社で受けられるクエスト、東から登るを進めれば手に入る死体よ。専用ロケーションが用意されてる豪華なクエストなのだけど、気づきにくいからやったことない人もいるかもしれないわね。そんなマイナーなクエストのボスがハルディンなのだけど、実は魔術師としてかなり優秀よ。というわけで早速彼の性能を見ていくわよ。始まるよー。ハルディンは雷撃魔法を得意とする破壊魔術師よ。まず雷撃属性の魔法を使えるというだけでかなり使い勝手が良くなるわ。雷撃属性は無効化する敵がほぼいないし、耐性を持つ敵も限られてるから安定してダメージを与えられるわ。熟練者レベルのサンダーボルトを使えるし、属性強化のパークも持ってるから、破壊魔法でダメージを与える性能はトップクラスよ。唯一欠点があるとしたら、ローブを着てないからマジカ回復速度が低いことね。一度マジカが切れると武器攻撃を始めてしまって、マジカが溜まったら一発魔法を打って、また武器攻撃の繰り返しになってしまうわ。その代わり防御力は普通の魔術師より高いし、もともと装備してた防具なら鍛造や富士で鍛えてから渡せば装備してくれるから、自分で装備を鍛えるタイプの資料術師にとってはむしろメリットになるわ。そのままでも十分強力な上に拡張性も高い。魔術師の獣人としては最強の一角だと思うわ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがハルディンのステータスよ。雷撃属性の魔法を熟練者レベルのサンダーボルトまで覚えていて、雷撃強化もランク2まで取得してるから、破壊魔術師として最高クラスのダメージを出せるわ。しかも雷撃属性は無効化されることがほぼないから、場所を問わず活躍できるのがありがたいわね。回復能力にも優れていて、第一湯が発動すれば体力を大量に回復できるわ。鎧を着てるから魔術師の鎧は無駄になってしまうのだけど、鎧の防御力の分、魔術師の鎧が発動した場合よりむしろ防御力は高くなるわ。魔法耐性をランク3まで取得してるから魔法にも強いし、体力も高いから耐久力も優れているわ。魔術師として欲しいものは大体持ってるし、妙なデメリットもないから、素直に強くて使いやすい死体よ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。ウィンドヘルムの港から東帝都社に入って、オルサスエンダリオンに話しかけると、東から登るのクエストが開始されるわ。目標に従ってクエストを進めればジャフェットフォリータワーでハルディンと戦闘になるから、倒せば彼の死体が手に入るわ。プレイヤーのレベルが28以下だと性能が下がってしまうから、最高性能の彼を手に入れたいなら、ジャフェットフォリーに来る前にレベル29以上に上げておく必要があるわ。その後アデライサと話すとスカイリムに帰ってくるのだけど、この時点ではハルディンはついてきてないから、ファストトラベルを繰り返して呼び寄せる必要があるわ。この手順を飛ばしてクエストを終わらせてしまうと、多分ハルディンは二度と現れなくなってしまうわ。だからクエストを終わらせるのは必ずハルディンをスカイリムに呼び寄せてからにしないとダメよ。そもそもクエストを終わらせなければ死体が消えることはないから、死体が目的ならクエストを終わらせる必要はないわ。クエストを終わらせるとアデライサを従者にできるようになるのだけど、割としょうもない性能だから無理に従者にすることもないわ。そんな装備で大丈夫か？ハルディンはマジカが切れると殴りかかってしまうから何か武器を持たせる必要があるのだけど、敵との距離を詰めてしまわないように弓矢を持たせるのが無難よ。クロスボウとドワーフの爆裂雷撃ボルトを渡せば雷撃強化のパークを有効活用できるわ。ドワーフの爆裂雷撃ボルトはドーンガードに加入しないと手に入らないのだけど、AE ならサルモール大使館の南の死体に近づくと、夜の狩人のクエストが開始されるから、これを進めればドワーフの爆裂火炎ボルトと一緒に手に入るわ。銃とはややボルトを消費しないから、1本でも渡せばずっと撃ち続けられるわ。クロスボウは、これもAE なら矢作り職人でデイドラのクロスボウが手に入るから、これらを渡せばマジカが切れた時の代替手段としては悪くないダメージを出せるわ。ちなみに AE では稲妻の矢という雷撃属性の矢も追加されたのだけど、これは矢自体の攻撃力が低くて、別の矢がインベントリに追加されるとそっちを使ってしまうからあまりおすすめはしないわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はハルディンについて紹介したわ。雷撃魔法が得意でレベルも高い。
魔術師の獣人としてこれ以上ない条件が揃っているわ。鎧を着てるのも強化の余地という点ではむしろプラスだし、魔術師獣人の中では最強候補の一人だと思うわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。